ボンジューパリプロムナードチャンネルにようこそ。今日はパリとベルサイユの素敵なもの、美味しいものをご紹介したいと思います。盛りだくさんの内容です。どうぞごゆっくりお楽しみください。パリ6区上院議会の前の道、いつになく人だかりがしています。このお店で新しいシリーズの発表会が開かれているんです。このお店、アスティエ・ド・ヴィラット。このチャンネルをご覧の方でもお好きな方が多いのではないでしょうか。そのブランドが今回フランス人アーティストエヴァ・ジョスパンさんとコラボレーションしているんです。エヴァ・ジョスパンさんの作品として私が一番先に思い出すのはこちらです。モーパッサージュにある巨大な壁、これなんでできているかわかりますか？そうなんです。段ボールが素材になっているんです。エヴァ・ジョスパンさんはフランスだけでなく、もう国際的に注目を集めている現代アートの第一人者と言えるのではないかと思います。その彼女とパリの人気ブランドアスティエ・ドゥ・ヴィラットのコラボレーションとあって、発表会は大盛況です。そもそもアスティエ・ド・ヴィラットといえばメイドインパリのセラミックブランドとして誕生しました。先ほどエヴァさんと一緒に記念写真を撮っていた創業者の2人の男性、ブノワさんとイヴァンさんのハイレベルの美意識でクリエイトされた世界、これもまた国境を越えてとても人気です。こちらはお店の看板犬アブリル。アスティエ・ドゥ・ヴィラットはこれまでもさまざまなアーティストとコラボレーションしてきましたが、今回はエヴァ・ジョスパンさんの独特の世界観がセラミック、しかも日常にも使える食器という形をとって表現されています。お皿の表側にこうしてエヴァさんとのコラボレーションのマークが入ってるっていうのはとても珍しいと思います。このマグカップもとっても素敵ですよね。聞けばブノワさん、この左側の男性ですが、彼はエヴァさんのことを9歳の頃から知っているのだとか。もう旧知の仲なんですね。そして今マレ地区でもエヴァ・ジョスパンさんの展覧会が開かれています。彼女の世界観はなんだか終わりのない物語の中へ私たちを誘ってくれるような気がします。エヴァ・ジョスパンさんの展覧会、注目すべきものがもう一つ、ベルサイユで開かれているんです。ということで私は久しぶりに郊外線に乗ってベルサイユ宮殿まで向かいます。パリの中心部から3、40分ほどでベルサイユ宮殿駅に着きます。車両の内装もベルサイユでしたけれど、駅にもシャンデリアがあるというのが他の街とは違うところだなと思います。
ここはオリンピックの会場にもなるということで、ロゴが見えました。そして駅から歩くこと10分ほどでこの光景が見えてきます。ベルサイユ宮殿です。エヴァ・ジョスパンさんの展覧会の案内もありました。したたかに雨が降った後なので地面がかなり濡れていますが、フランス式庭園の緑がみずみずしく、どこか幻想的な感じのする美しさを見せていました。庭園のヤシの木、こんな風に運ばれるんですね。庭に降りると実をつけている木もありました。先ほど私たちがいたのはあの上です。そしてこちらが展覧会の会場、オランジュリーです。この扉の高さといったらどうでしょう。圧倒的なスケール感ですね。オランジュリーというくらいですから、秋から冬にかけてここにはオレンジの木などが保管されているはずですが、そこが今エヴァ・ジョスパンさんの大作の舞台になっていました。シャンブル・ドゥ・ソワ、絹の部屋と訳せるでしょうか。段ボール、セラミック、そしてここでは糸が彼女の素材になっています。この刺繍作品、高さ 3.5 メートル、幅107メートルという超大作です。アスティエド・ヴィラットの発表会の時、エヴァさんが話してくれましたが、この作品はエヴァさんの世界観、構想をインドの工房で卓越した技術者たちによって実際に形にされたものだそうです。制作年が2021年から24年とあった通り、膨大な時間と技と情熱が注がれた作品だということが実物を前にすると伝わってきます。ここでも一つの物語の中に誘われるような感じ。彼女の作品の魅力はこの壮大なスケール感、それと対照的に枝葉の間に入っていくような感覚、このより引き自在の宇宙観にあるのかなと思いました。パリ・マレ地区のギャラリーでの展示、そしてこちらのベルサイユの展示も概要欄にそれぞれのサイトのリンクを載せておきますね。さて、久しぶりにベルサイユまで来ましたので、私はずっと気になっていた展覧会、しかもあと数日で終わるというタイミングだった展覧会を見てみたいと思っていました。それはグラントリアノンの方で開かれていますので、ミニトレインに乗ってそちらへ向かいたいと思います。ベルサイユの敷地はあまりにも広大ですので、歩いて行こうとするとそこまで30分ぐらいかかってしまいそうなんですよね。というわけで今日はミニトレインを利用してみました。石畳の道でガタガタ揺れたりしますけれども、それはご愛嬌。ようやくグラントリアノンの敷地に入ってきました。雨上がり、シナノキの花の香りがふーんと漂っています。
グラントリアノンの建物に着きました。このグラントリアノンというのはベルサイユの宮殿の本館に対して利休的な意味合いで作られたものだそうです。私がぜひ見ておかなくてはと思った展覧会はこれです。ベルサイユのための皇帝の絹織物。ナポレオンがフランス・リヨンの絹織物製造業者に注文した歴史的な織物が展示されているはずです。時の権力者たちは自分の好みに応じてこの宮殿を装飾してきたようですが、ナポレオンも彼の時代の最高の技術でこの宮殿を装飾しようと試みました。リヨンはフランスの中でも絹織物の聖地として知られているところですが、実はフランス革命による社会改革で豪華な注文というものが減ってしまい、産業は危機に瀕していたんだそうです。そこでナポレオンはベルサイユ宮殿の改装のための多額の予算を組み、そのうちの多くをリヨンの織物業者に特別注文をするという形で産業を復興しようとしました。制作された織物は 80km にも及ぶ量だったそうです。それによって当時の職人たちが息を吹き返したことは想像に難くありません。この展覧会で展示されている織物の数々、まさに見事なものですが、状態が良いとお思いになりませんか？それもそのはず。これらの織物は実際に装飾として使われることはありませんでした。というのも完成して間もなくナポレオンが失脚してしまったから。というわけでこのような新品のような状態で国家財産として保管されてきたんです。展覧会の途中にあったこちらの絵、これはリヨンの刺繍織物制作者にして画家でもあった人が描いたものなんですね。なるほど、これほどの画力を持った人がいたリヨンという絹織物の町なのだなと思いました。こちらのコーナーは皇后の部屋の装飾のために制作された布です。なんとも見事ですよね。まさに絵画のニュアンスに富んだ世界をこうして絹で表現している。卓越した美意識と技術だなぁと惚れ惚れと眺めました。ところでこのチャンネルでは以前にパリのギメ美術館で開催された展覧会、日本の西陣織による源氏物語絵巻をご紹介しました。その中で私は日本の西陣織がフランスで開発されたジャカード織、その機械の導入によって現在まで命脈をつなぐことができたと改めて知りました。そして今回の展覧会ではそのジャカード織の織機を開発するのにナポレオンが援助をしていたということを知りました。
回の最初の段階でこのジャカドリの織機のレプリカって言っていいんでしょうかね、それが飾られていました。ジャカドリのとても大事な部分というのはこのパンチカードのような紋紙です。これが文様のデータベースのような役割をしているんですよね。その開発にナポレオンが援助をしていたということは、日本の西陣織の発展にもナポレオンは影響を与えたと言えるのかもしれませんね。展覧会の最後にこの展示がありました。皇后のアパルトマンの寝室用に制作されていた布地が後に聖職者の衣服を作るために使用されたのだそうです。ナポレオンの注文は100年耐えうるものを作る出費という意図を持ったものだったそうですが、こうして見ると100年どころか200年後の私たちをも魅了している素晴らしいプロジェクト、大英断だったのではないかなと思います。絹とナポレオンというのは意外な取り合わせに思いましたけれども、実は絹織物の世界にもナポレオンの存在が大きかったということを私はまた改めて知りました。ミニトレインで再び宮殿の本館の方に帰りましょう。空はすっかり晴れ渡って、フランス式庭園の緑もいよいよ鮮やかです。さて、私はベルサイユに来るたびに必ず立ち寄りたいと思っている店があるんです。宮殿を出て町のマルシェの立つ広場のある方へ歩いていきます。そしてこの通りに目指すお店があるはずなんです。メゾン金子オシャン・デュ・コックというパン屋さん、パティスリーです。この店でお菓子を買って帰りたいと思います。どうです？美味しそうでしょ？どれにしようか迷いますね。こちらのお店、もちろんこのケーキも美味しいんですけれども、実はヴィエノワズリーもとっても人気なんですよね。ところがこの時点ではもうヴィエノワズリーはすっかり売り切れていました。実はこの日はペットドラミュージックの日で、市役所の前では子どもたちのコーラスが披露されていました。今回の動画、これで終わりではありません。数日後、私は再び郊外線に乗ってベルサイユを目指しました。というのは、先ほどのお店オシャン・ドゥ・コックの本領をぜひお伝えしたかったからです。というか、ヴィエノワゼリーをやっぱり食べたいなと思ったっていうのが正直なところかもしれません。お店は火曜日と水曜日が定休日ということで、私は月曜日にやってきました。しかもヴィエノワズリーは
午前中の早いうちになくなってしまうことがあるというではありませんか。なので朝出かけてきました。月曜日はベルサイユ宮殿の休館日ということもあって、列車も街の中もとても静かです。はい、やってまいりました。こちらのお店。ケーキはやはり相変わらずの美しさ。美味しそうですよね。朝からこれだけの種類を作っておくのはなかなかな作業じゃないかなと思います。私がウィンドウに張り付いている間にどんどんお客さんが増えてきていました。実はこちらのお店のオーナーパティシエさんは日本人なんです。金子義明さん。彼は東京の自由が丘のお店を拠点としていらっしゃいますけれども、このベルサイユのお店の方にもしばしばいらっしゃるそうです。ご覧の通り、今日はビエノワズリーがありましたよ。まあつやっつやですね。お店のおすすめを伺いましょう。Vous avez l'escargot cannelle, donc c'est avec des raisins, cannelle et un glaçage un peu sucré. Après vous avez l'escargot pistache, c'est une brioche feuilletée avec de la crème d'amande pistache et des morceaux d'abricot confit. Et vous avez également le kouign-amann de l'autre côté et le croissant fourré aussi à côté qui est très sympa. Avec à l'intérieur vous avez une pâte de fruits secs, donc amandes, noix, noisettes et des morceaux d'écorce d'orange. Les chaussons aux pommes. Les chaussons aux pommes sont partis toujours très vite. この日は私、開店から1時間ぐらいしたところでお店にたどり着いたんですが、でももうなくなってるものもあったんですよね。なんという人気でしょう。こちらのサブレやクッキーもすごく美味しかったのを覚えてます。ジャムはまだ試したことがありませんが、これもいつかトライしてみたいと思います。目的を果たした後は宮殿をちょっと見て帰りましょうかね。この町で育つってどんな感じなんでしょうね。いつもはたくさんの人で賑わうこの辺りも今日はとっても静かです。休館日の宮殿にわざわざ来るなんて、私もつくづく物好きだなと自分で思いますが、こういう風景も珍しいかもしれませんね。せっかくですからベルサイユとクロワッサン、あら飛んでってしまいました。宮殿も一目見たことですし、これからパリに戻ってお友達とおうちサロンドテをしたいと思います。これが私の本日の購入品です。2度目のチャレンジということもあって、どれもこれも欲しくなってこれだけ買ってきてしまいました。たくさんの種類を味見してみたいので、どれも一つずつ買いました。そしてお友達と分け合って試食会です。こちらには、
説明された通りジャムが入ってました。これは人気のエスカルゴとおっしゃっていましたが、こちらも本当に美味しかったですね。じゃあ行きます。じゃあ今度は手でやってみます。これピスタチオだけでなく、なんと中にはさらにサプライズがありました。そう、あんずが忍ばせてあったんです。そしてこちらはクイニーアマン。これは東京のお店でもとっても人気だと聞きました。しっとりしていてサクサク、絶妙なテクスチャーです。甘いものだけでは飽きてしまうかもと、私はきゅうりのサンドイッチを作っておきました。これを食べて第2回戦に臨みます。そうなんです。またケーキを買ってきました。今回は2つ。そのうちの1つはシャルロット。季節のケーキですよね。しかも私これ数日前にも買ってきたんですが、とっても美味しかったのでリピートです。そしてもう一つはシュ・ヴェルサイユというご当地の名前がついたケーキ。これ中に何が入ってるのかしらと思いましたら、なんとパッションフルーツですとかナッツが隠されていました。そして実はお店でとどめにこれも追加で買ったんです。フランです。こういうシンプルなものにお店の力量が現れるかなと思いましたが、まさにその通りでした。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしこの動画が気に入ってくださったら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せくださるコメントもいつもとても励みになっています。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。